の動画は子どもたち3人育てた経験とシニアとしてのね自分の生活もお見せしながら、そして工夫していることを一緒にシェアしていきたいなと思ってしています。今日は親子の健康的に過ごすために私が考えたことを8個あったので、それを紹介していきながら皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。まず一番初めにテレビとか、今だったらテレビっていうかパソコンとか携帯ですかね、そういうものを消して食事をしてますか？そこは私はすごく大切なところで力入れてきたところなんですけれども、こうテレビ見ながら食事するっていうとやっぱりね、一生懸命ちゃんと食べてないとか噛まないとか会話がないとかって結構大切な、もう唯一と言っていいぐらいみんなで向き合ってお話しできる場なので、その食卓というのを大切にねしていきたいと思いますので、まずはテレビを消す。でそれと同じような感じなんですけれども、家族で食べる、ね、できるだけ今はやっぱり時代もどんどん変わってきて、子どもたちの習い事とかいろいろ忙しくなってると思うんですけれども、できるだけ子供と一緒、毎日は無理でも朝食だけとか週末だけとかでも夫婦一緒にとかね。食事って気持ちよく食べると同じもの食べても吸収が違うような気がします。私の言うのは気がしますばっかりかもしれないんですけれども、特にお子さんの場合はなんとか一人で食べててねっていうのはなくしてほしいなと。せめて親がね横に座ってるだけでもいいので、一緒に朝食を抜くっていうのは良くないと思います。朝ごはん食べた方がいいよっていうのを言えば簡単に言ってるんじゃなくって、自分自身もいろいろ経験してる、いろいろやってみたんですよ、結構激しく。朝食の前に10キロ走るとか、体重減らすためにはこうするとか。でも本当に健康だけのためを考えると、朝食をしっかりちゃんととってから一日始まるのがやっぱり絶対朝食はとった方がいいと思います。すごく朝が早いとかね、いろんなので人によって違うと思うんですけれども、子供なんかだったらどうしてもちゃんと起きれなかったって言っても朝抜きでねって言うんじゃなくって、牛乳の1杯だけでもバナナ1本だけでも何かお腹に入れて学校に行かせるとかね、自分たちも行動するっていう風にした方がいいと思います。よくなんかランチ行くから今日朝抜いてきましたっていう、私たちの年代とかねいると思うんですけども、それも良くないです。もう話せばいろいろ本当詳しく血糖値のこととかあるんですけれども、食べてから活動した方がいいっていうのはお勧めしたいと思います。環境的なことなんですけれども、寝るってすごい大切ですよね。そのために工夫することあると思うんですけれども、朝起きて太陽の光が浴びれるようにっていうのを私は気をつけてます。できれば窓があって太陽をパッと入れれるお部屋で寝れたらいいんですけど、それもねいろいろねお家の事情があると思いますが、カーテンを開けてで太陽を入れるっていうのをするのはおすすめします。目が覚めるとかこうリズムを作るっていうのは太陽だと思うので、今日も曇ってますけど太陽ない時もありますけど、そういうのに光ですね、光を入れるっていうのはもう赤ちゃんとかでもそういう風にリズムを作ってあげるといいと思いますよ。寝るスイッチを入れるっていう感じですかね。だから寝る直前にパジャマを着ます。で朝起きておはようって言って太陽浴びる時にはもうパジャマ脱いでちゃんと着替える。パジャマは寝る時っていう風にして、パジャマのまんまご飯食べたりパジャマのまんまなんか活動をしないでした方がいいと思います。なんか切り替えっていう面でね、私が今でも気をつけてることで、もう健康のためやっぱり自分はそう本当に一番なんですけれども、お菓子とかね甘いものが本当大好きなんですよ。我慢してるとストレスたまるんで、その辺のコントロールいろいろ考えてやってるんですけれども、まずは子供いてたら特にですけど、お菓子とか甘いものを普段見えるところに置かないという感じです。誘惑っていうのに勝とうとするのがやっぱり辛いんですよね。ちゃんと食べてたらあんまり甘いもの欲しくないなっていうのも感じるんですけれども、ついつい口寂しいというかお腹空いてるわけじゃないんだけれどもっていうのが、それがねやっぱりすごい良くない。健康のためにねやっぱりお砂糖入れるっていいことがまずないんですよね。いただいたらすぐできるだけのものは私はもうクッキーでもおまんじゅうでも何でも全部冷凍してます。解凍してまで食べたいかと自分で聞きながらしてる感じですね。戦ってますよその辺は。それでこれを言うとね厳しいなってよく言われるんですけれども、できないよって言われるんですけど、ゴロゴロしない。
夜寝ないとか夜遅いとかっていう人、ゴロゴロしてる人が多いと思うんですけれども、起きてる時は元気に動いて疲れてコテンと寝るみたいなパターンがいいと思います。特に子供は。日本に帰ってきて冬こたつすごい楽しみだったんですけど、もうやめて、やはりこたつに入ると動かないとかね、そのゴロゴロするほど疲れてるんだったら、それを夜でしっかり疲れ取れるような寝方に持っていく、シフトするような感じでちょっと頑張るのはいいかなと思います。7つ目ね、家族の中でね、認め合うとか褒めるっていうことをする、言葉にしたり行動でちゃんと相手に分かるようにする。何のために YouTube やってるのかとか、何のために仕事やってるのかって言ったら、やっぱり今はね、もうお金のためじゃないんですよね。なんかで、なんか人間って承認欲求ってあるじゃないですか。あれが私強いのかもしれないですけれども、あ、役に立ったって言われたいとか、感謝されたいって言ったらあれですけれども、私がやってることが誰かの役に立つっていうのがすごい喜びで、こうちょっと褒めてもらうっていうのがもうなんとも言えない快感です。なので子供も何かちょっと頑張ったことをふと言ったら「おおすごい!」とかちゃんと表す。そうすると家族の中でも力が倍増していくって感じだと思いますよ。認めてもらうために、特に子供は親に認めてもらうために何かあったらすぐ親を見て、認められたらもう本当に嬉しそうにすると思います。でそれがパワーになって次も頑張ると思うので、その影響力の大きさも感じるかなと思うんですけれども、夫婦であってもありがとうを言う、精神的に気持ちいいっていうのが結局は健康につながる。私はあんまり病気にならないっていうのはストレスがないからだって言われるんですけれども、ストレスはあるのよって、ただもしかしたらストレスを解除することを定期的に行ってるなって思ったんです。まず休みの日を作る。普通土日休みとかあると思うんですけど、人によって違いますけれどもね、とにかくやらなければならないっていうことをもう一切やらない日とか一切やらない時間をちゃんと作って、やりたいことを思いっきりやるっていう時間を作る。あんまりやりたくないことやらないでやりたいことばっかりやってるのも結局楽しみがなくなると思うんですね。食べ物でも遊びでも何でもやりたいことだけやっていいよって。もしかそこの中にゴロゴロしたいとか、テレビを思いっきり見たいとか、お菓子を思いっきり食べたいでもいいと思います。だからそれをいつもするんじゃなくって、やりたいことやる日だっていうので思いっきりやってストレス発散、ストレスをためない。これがもうやっぱりね、健康では一番のことだと思います。心の健康っていうのは大きいです。心と体は一緒なんですね。体鍛えるとかそういうのだけが健康じゃなくって、心の健康をどっちかというと中心軸はそこで、それで食事で体を鍛えるみたいな風に持っていけたら幸せにね、健康に生きていけるかなと思います。参考になったかな。一つ一つね、どうかなってちょっと考えるきっかけにしていただけたらなと思います。それではまた。